センスあふれるオマージュで繰り出されるグラフィックとこだわりのものづくりで知られるブランドセントマイケル。 2025SS ファーストドロップで登場したのはなんとオマージュではない完全なディズニーコラボ。しかもイラストはミッキーマウスでした。セントマイケルのものづくりについては T シャツを例に挙げて別動画でも紹介しておりますが、丁寧にヴィンテージの文脈にのっとったものづくりをするセントマイケルにとってスウェットも凄まじいこだわりで作り込まれている定番アイテムの一つです。簡単にその型としての特徴を紹介していくと、まずは1960年代頃までのヴィンテージスウェットで定番となる釣り網機で編まれた丸胴ボディです。1910年代後半から60年代中頃までは釣り網機でスウェットを編むのが主流だったのですが、釣り網機の欠点は何といってもその編む遅さ。釣り網機は糸の自重だけを頼りに生地が編まれるため1時間に約1メートルという低速になります。そしてその何十倍もの速度で編み上げることができる進化編み機が登場したことによって大量生産の波に飲み込まれ、今ではほとんど見る機会が失われた機械です。しかし編むのが遅いという致命的に思える欠点が単なる欠点では終わらない。これがものづくりの面白いところ。実は釣り編み機で編まれた生地の方が糸を無理に引っ張らずに生まれるため、ふっくらとかさ高で柔らかく、引き先強度にも優れ、さらに洗濯を繰り返しても型崩れしにくく、着込むほどに体に馴染むという特徴があるのです。そしてそんな釣り編み機で編まれた生地は筒状になるため、その生地をそのままボディに用いることでこのようなサイドシームのない丸胴になるというのです。ちなみに釣り編み機で作られた生地の裏毛のことを釣り裏毛と言い、この柔らかな肌触りの良さも編むのが遅いという欠点から翻って生まれたヴィンテージスウェットの魅力で、それがしっかりセントマイケルのスウェットにも踏襲されています。そして特殊ミシンを使用した縫製、 T シャツと同じく適宜フラットシーまで縫製されていて、縫い代が気にならない滑らかな仕上がりと着心地を実現しています。そんなボディ自体のこだわりがありつつ、ここからはセントマイケルがディズニーとコラボする面白さについて紹介していきます。今では誰もがその名を知っているウォルト・ディズニーですが、彼の人生は決して順風満帆だったわけではありません。フィリックスと酷似していると告訴されて消えたジュリアス・ザ・キャット、取引先の配給業者に著作権ごと奪われたオズワルド、著作権という概念における世界で初めての被害者がウォルト・ディズニーと言っても過言ではありませんでした。ミッキーマウスが生まれるまでにこうして大事なキャラクターを2つも失うという辛辣な経験を経て、彼は自分の考えたキャラクターを厳格に管理することを決めました。そして現在ディズニーは世界で最も著作権に厳しい企業として知られています。そんなディズニーとセントマイケルが正式コラボとなり、映画ファンタジアの公開85周年記念という大事な節目でついにミッキーマウスのアイテムがリリースされたのです。実はこれまでもディズニーコラボ自体は存在したのですが、今回のコラボには個人的に3つのポイントがあると思っていて、1つがまず何者であってもオマージュという概念が通用しないほどディズニーの著作権保護が厳格であること、もう1つがセントマイケルにとって既存イラストのオマージュという武器を失ったとしても、それでもなおミッキーマウスが魅力的な唯一無二のキャラクターであり、仁義を切った正式なコラボとなっていること。そして3つ目は厳格なディズニーがセントマイケルのクリエイティブを認めたということです。キャラクター版権を使ってのコラボアイテムは納品されるイラスト自体の色彩などはあれと、基本的にその印刷自体ははっきりとされる方がいいに決まっていますし、逆にはっきりと出ていなければ再構成となるものです。そういう意味ではしっかりした信用があってキャラクターをきれいにプリントしてくれるであろうユニクロのような企業とディズニーのコラボレーションは納得できます。しかしセントマイケルのクリエイティブは完全なるヴィンテージそのもの。プリントの後から様々な加工が乗ってくるため、巷にありふれたコラボグッズのようなはっきりした発色とは程遠いくすんだ色味のかすれた印刷になってくるわけです。それを世界で最も版権の取り扱いが厳格と言えるあのディズニーが認めているんです。個人としては
それほどディズニーに思い入れがあるわけではないのですが、ディズニーのコンテンツを守る姿勢は理解していて、このアイテムについてはそんなディズニーにセントマイケルのクリエイティブが届いたという感動もあり、思わずコレクションしたくなりました。さらにこのファンタジアのミッキーですが、元ネタとなる古着のリファレンスは明確にありつつ、完全に同じというわけではありません。木の上に立っていたり、正面のカメラに目線をくれていたり、ミッキーマウス自体は決して改変せず、しかし構図やディテールを見るとおそらく完全な新規イラストになっている。この絶妙な差分が実にセントマイケルらしく、オマージュでない時のユーモアセンスもさすがの一言で思わずうなってしまいます。そしてこの色味と風合いです。セントマイケルといえばスミクロですが、このアイテムはフェードがかった深いブルーです。おそらく誰もが一度は見覚えのあるシンデレラ城上に広がるあの夜空を彷彿とさせます。これがとにかく素敵で、一体いくつの古着屋を回ればこの色味風合いのスウェットに出会うことができるかという話です。ダメージ加工についてはコラボの兼ね合いか、今回はいつもより穴も少なく、首周りや袖周りに少しだけ入っています。そして何といってもこのラメ加工、なかなか写真だけではわからなかったかと思いますが、ミッキーの帽子と夜空に描く魔法部分にラメ加工が施されていて、さながらアーティストのステージ衣装のような贅沢なカスタム仕様になっています。触っても全くラメがつかず、ラメ糸で生地自体に織り込んでいるのかなど、いろいろな可能性を考えましたが、果たして実際にこれがどのように生み出されているのかはわかりません。かなり近くで見ないとこの細かな輝きには気づけないかもしれませんが、ミッキーが魔法を使う幻想的な世界観とのシナジーもあって非常に美しく、着ている本人からすると見るたびに思わず嬉しくなってしまう心躍るディテールです。またこれらの加工のおかげで明らかに古着のようなビジュアルでありながら、ただの古着には見えず、ディズニーのアイテムではありながらそれよりも完全にセントマイケルのアイテムだと思える、そんなバランスに仕上がっているのがさすがというより他ありません。プリントについては T シャツと同様に着込んだり洗ったりすると生地表面の毛羽立ちやプリント部分のひび割れが起き、着るほどにヴィンテージのような風合いが増す仕様でありながら、色あせや経年劣化はしにくい特殊な加工が施されております。このような加工、イラスト使い、ディテールが高い次元で共存するアイテムを作れるのはこのセントマイケルを除いて他にないでしょう。思わずうなるコラボで購入してしまったセントマイケルのスウェットでしたが、こちらも T シャツに負けずヴィンテージの文脈に沿ってこだわり抜かれたものづくりを実感できるアイテムです。個体数的にすぐに売り切れてしまうアイテムが多いブランドにはなりますが、ぜひまた調べてみてください。ご視聴くださり誠にありがとうございました。